どうも、田舎もんです。もともとね、こんな感じだった倉庫ですけども、とりあえずね、ここを生活スペースにしたいというふうに考えているので、前回までね、ここを整地して、コンクリートをね、打つ準備をしていってました。こんな感じでね、地面なるべく平坦にしていったんですけども、今回はですね、防湿シート、こちらをですね、地面に引いていく、そして上に砂利を置いていくっていう感じなんですね。で、この防湿シートっていうのは 0.1 ミリ以上の厚みが必要っていう話なんですけども、これね、商品自体何ミリあるのかちょっとわからなくて、店員さんに聞いてもね、結局不明でした。ただこれ20になってるんで、まあおそらくね、それは超えてるだろうと。まあ、例のごとくね、いつも通り大体な感じでね、DIY していってます。まあこんな感じでね、地面に直接広げて、敷いていってますね。で、障害物があるところはですね、まあこんな感じでハサミで簡単に切れますので、まあ避けてね、敷き詰めていくっていう感じですね。で、この商品ね、ホームセンターで 2m×50 メーター入りで1982円と、まあ結構ね、安く買えたんですよね。で、50メーター ×2 メーターでだいたい100平米。この物置でだいたい15平米ぐらいなんで、まあ全然余裕なんですよね。めちゃくちゃ余ったんで、まあね、いろんな場所でこれは使えるのかなっていうふうに思ったりします。で、テープで、まあ一応止めていくんですけども、これもね、ホームセンターで水に強そうなテープを適当に選んだんですね。まあ、どっちみちね、この上にコンクリートが乗るんで、まあ作業するときにね、このシートがずれなければ、それでいいのかなと。まあそんな理解で、まあここもね、雑に貼っていってますね。だいたいこんな感じでね、引いていってます。残りの部分も同様に引いていくんですけども、このシートの重ね幅、これがね、ネットで調べても15センチあったらいいとか、30センチあったらいいとか、まあいろいろね、情報があって、まあどっちなのかよくわかんないんですけども、まあその辺は感覚でやっていってます。まあ余裕でね、15センチは超えてる感じですよね。で、ちょっとこの井戸のとこはね、適当にやりすぎて汚くなっちゃったんで、こんな感じでね、もう一回やり直します。まあ、重なり幅が足りないのは問題かもわかんないんですけども、逆に重なりすぎるのは問題ないのかなって思ったりもしたんですけども、この辺はね、どうなんでしょうか。こういった部分もですね、同様にちょっと切ったりしながらですね、形をね、大体合わせて、まあ、巻くような感じで引いていきましたね。そして、こういった壁、トタンなんですけどね、ここ。まあ、こういった部分は立ち上がるように引いていくといいと、まあそういった情報がありました。ちょっとね、まあこの辺雑になっちゃうんですけども、何分ね、時間がないもので、もう本当にね、突貫工事みたいな感じですよ。まあこんな感じでね、全体的に敷き終わりました。で、シートはね、まだまだ余ってますんで、で、この上に砂利を敷いていくんですけども、この後ね、僕、砂利を敷いた後からですね、手順が間違ってることに気がつきまして、本来は砂利を敷いて、で、その上に防湿シートを引いてからコンクリートを流すっていうのが正しい手法だそうなんですね。ただ、そのね、砂利の上に防湿シートを敷き直してやったとしても、今度はそうするとですね、コンクリートの厚みがね、全然確保できなくなっちゃうので、もうちょっとね、これは残念ですけども、もうこのまま行こうと思います。そして翌日ですね、砂利屋さんにね、砂利をもらいに山へちょっとね、車を走らせています。プラントへやってきました。砂利屋のね、おっちゃんもめちゃくちゃ気さくな人で、まあ、2000円払ったらね、軽トラ2杯分ぐらいは、まあ、スコップで掘ってて、自分で持っててええぞと、まあ、そんな感じで言ってくれまして、スコップ持参で山やってきました。ただ、砂利はね、結構重たいのでね、あんまり積みすぎると、K のね、最大積載量である350キロを簡単に超えてくるので、まあ、小分けにしてね、法律的な問題が出ないように、配慮しながら運んでいってます。
それにしてもめちゃくちゃいい景色ですよね。ここはなんかもうキャンプ場とかにしたらめちゃくちゃお客さん来るんじゃないかなとね、人の土地やのにね、勝手に妄想しながらひたすら砂利を積み込んでました。で、山から降りてきまして、砂利をね、ひたすら今度は運んでいくんですけども、この日はね、友人の若さんがね、手伝ってくれるということになりました。若さんとはね、昔の職場が一緒で、かれこれもう8年ほどのね、付き合いになるんですけども、この人もね、変わった人で、町に住んでるんですけども、2、3ヶ月に1回ぐらいね、なんか手伝うことあるとか言ってね、連絡が来て、文句も言わずにね、草刈りとかね、こういった砂利運びとかね、手伝ってくれる、物好きな人ですよ。たまにね、こうやって田舎へ来てこういう仕事をするのは逆にストレス解消になるのかもしれませんね。ただこういった仕事はやっぱりね、僕以上に慣れてないので、容量悪いとこもあるんですけども、2人でね、気楽にね、作業をしました。奥から行きましょうか。1回の。鳴らさないかな。こんな感じでね、若さんがめちゃくちゃゆっくりなペースでね、砂利を積んでいってくれるんで、僕もね、のんびりと作業を進めることができましたよ。僕が運んでいって、若さんが一輪車に、砂利を移し替えると、そういった分担して作業を進めていきました。こんな感じで戻っていくとね、若さんが軽トラの上で待機してるって感じですね。なんか突然ね、カッコつけて自己紹介をしようとしたんで、そこはね、全部カットしました。ぶっちゃけね、若さんもこれ、砂利をね、ひたすら積み替えるの結構しんどかったと思うんですよ。で、僕もね、何回か交代しましょうかっていう話はしたんですけども、なかなかね、男前なこと言ってきまして、自分がやりたいって言ってきたんやからね、最後までやるよって。あの言葉はね、なかなかかっこいいなと思いましたよ。こんな感じでですね、彼の協力を得ながら、結構ね、スムーズに自分が思ってた以上のね、ハイペースで砂利を敷き詰めることができました。どうですかこれ、なかなかいい感じになりましたよね。なんか中庭みたいな感じでね、なんかもうこれで暮らしてもいいんちゃうかなって一瞬思ったりもしたんですけども、コンクリをね、運んでもらう日がもう予約してあるので、この先もね、結構急いで作業する必要があるんですよね。で、これまた別の日ですね。もうね、このドアもね、完全に崩壊してます。もう開けるのにね、毎回結構苦労します。でも閉めないとね、猫が入ってきて、うんちやらね、おしっこやらしちゃうので、一応ね、閉めれるだけは閉めてるんですよね。で、このね、謎の道具、これ一応作ったんですけども、砂利をね、押し固めるために作ったんです。作り方はめちゃくちゃ簡単でして、木の上にこうブロックをね、置いて、長さ合わせて切ると。で、持ち手にね、使えそうな丸いやつね、ちょうどいいのを2、3本探してきまして、これをまた切って固定していきます。
まあこんな感じでですね、もうプロフェッショナルの人が見たら、そっとしそうなレベルの適当な DIY なんですけども、まあこれでね、こんな感じでどんどんしていって、石を押し固めるっていう、まあそういった道具なんですね。まあ作り方はね、YouTube で僕勉強したんですけども、まあこれがね、なんとも手応えがなくてですね、閉まってるだか閉まってないだかよくわからなくて、しかもこれめちゃくちゃしんどいんですよね。別に筋トレがしたいわけではないので、ちょっとね、もう人力でやるのは諦めて、機械を借りてきました。これですね、プレートっていう機械なんですね。で、40キロの圧がかかるやつなんですけども、ちょっとね、40キロでは役不足やっていうね、話も聞いたりもしたんですけども、ちょっとね、一人で運ぶのにはもうこれが限界なんで、これでもう妥協しました。値段もね、めちゃくちゃ安くて、1日丸々借りて2380円と、ガソリンもね、初めから満タン入ってました。一応ね、念のためにガソリンの携行缶も自分で用意して、そういえばこの物置の横に積み上げたね、そのうち使うであろうものたちですね、一応整理しときました。整理って言ってもね、別の場所に移しただけなんですけども。で、こんな感じですね、一輪車にプレートを乗せて中まで運び込んできました。コメリの兄さんはね、これ一人で軽々と持ち上げてましたけども、50キロか60キロぐらいありますからね、これね。ちょっと僕には結構ギリギリの重さでしたよ。使い方は草刈り機とかと一緒で、スイッチをね、オンの方に回してあげて、そしてチョークを引くんですね。で、このモードっていうかな、これを亀の方にしてあげて、スターターを引くと。まあ、それだけですね。で、エンジンがかかったらチョークを戻してあげて、ちょっとね、エンジンを暖気運転っていうかな、してあげてから、このモードをね、ウサギの方にしてあげると、エンジンの回転数が上がって動き出すと、こんな感じですね。なんか初めてね、使った機械で僕も結構ね、ワクワクしてますよ、これは。なんか昨日までのね、無駄な人力の作業が本当にアホみたいですよね。ということで、話がね、ちょっと長くなってきたので、続きはね、また次回お話ししたいと思います。次はですね、とうとうコンクリを打っていくんですけども、まあ僕のね、アホな段取りのせいでですね、まあ最終的に全然水平が出なくて、もう結構ね、失敗やなーって思ってるんですよ。まあね、その失敗も含めてね、次回お伝えしていこうと思いますので、またよかったらご覧になってください。今回も最後まで見ていただいてありがとうございました。